皆様本日はですね、じゃん、こちらの冷凍うどん、こちらを使ってもうとっても簡単なやみつきうどんを作っていきたいと思います。で、味付け的には油そばに近い系統なんですけれども、何より簡単なのはこういう冷凍のうどん、これ売ってると思うんですけど、スーパー、こちらレンジでできるのでお湯を作らなくてもいいっていうのがね、本当に手軽にできるポイントかなと。あと本当に最近ね、ちょくちょく動画でも多分冷凍うどん使ってるんですけれども、普通のうどんよりもこっちの方が断然コシがあるっていうね、びっくりしますね。なんで今回はこちらの冷凍うどんを使ってやみつきうどんを作っていきたいと思います。で、正直タレとか具材を全部作った後レンチンしてくれたら全然大丈夫なんですけれども、基本的にこれ1食分1袋3分間レンチンするだけで出来上がります。だからタレとかもろもろ作った後これ冷水とかで締めないので、うどん伸びちゃわないように全部作り終わってからレンチンした方が美味しくいただけると思います。はい、じゃあまずやっていくんですけれども、まずタレ作っていきます。でちょっと多めに作りますね。いきます。映ってるよね。はい、じゃあまずこちらにお醤油大さじ2杯、にお酢、こちらも大さじ2杯で、お酢は最後ねお好みで追加してくれてもいいので、油そばあるあるだね、俺はゴリゴリ入れます。でごま油大さじ2杯、こちら魚粉ですね、かつおだしの粉、こちらも大さじ2杯入れます。結構それポイントだよね。そう、本当これが美味しい。はい、すり切り大さじ2杯、丸鶏ガラスープ、こちらを今回倍量作ってるから普通だったら2杯でいいんだけど、今回は大さじ1と小さじ1杯かな。だから小さじスプーンで小さじ4杯でいきます。はい、鶏ガラスープを小さじ4で、オイスターソース、こちら小さじ2杯に甜麺醤、こちらも小さじ2杯入れます。こちらで一旦混ぜ合わせます。でこれでちょっと味見てみて、ちょっと濃いぐらいがいいので、はい、こちらに最後黒胡椒を足しておきます。お塩は足さなくて大丈夫ね。黒胡椒は結構もう皆さんお好みの量なので、結構たっぷりめの方がいいよ。はい、であとは個人的には最後僕はね、さっき言ったみたいにお酢をかけたいと思うんだけど、こちらで基本的にタレは完成。これうまいよ、めっちゃマジで。はい、でも正直このタレが完成したら今回具材用意するんだけど、なくても全然美味しいので、これプラスうどんにネギと卵とかでも全然大丈夫です。で今回ちょっと合成ね、ひき肉で具材を作ろうかなと思います。ただこれもめっちゃ簡単です。じゃあちょっと具材作ります。ではフライパンにまだ熱さなくていいので、まずごま油一回しほど入れて、でここに桃屋の刻み生姜と刻みにんにく、まず桃屋の刻み生姜を小さじ1杯分山盛りで、で刻みにんにく、こちらも同量小さじ1スプーンちょっと山盛りで入れて、で火にかけます。今回はでもひき肉はねすっごいシンプルに作ろうかなと。正直先ほど作ったねタレだけでもめっちゃ美味しいから、味的な感じだよね。そうもう本当に軽い味付けだけして、あとはもうさっきのタレと絡めて食べてほしいので、もう余裕がある方はこの段階でおうどんねレンチンしても大丈夫だよ。まとめて作るんだったら多分お湯で茹でた方が早いんだろうけど、もう1食分ポンポン作っていくんだったら絶対レンチンの方が手軽なんで。お湯用意するのがね、そう結構めんどくさいし、うどんって結構吹きこぼれるからさ、そういうのもあるからね。はい、じゃあ香りが立ってきたらここにひき肉、今回 300g ですね。ひき肉は豚ひき肉です。でしっかり焼き色入れるんですけれども、ここにお酒を少量大さじ1杯ちょい超えるぐらいかな、量的には入れて、ちょっと臭み消ししながら火にかけていきます。じゃあ豚肉に一通り火が入ったら、ここに味付け塩コショウ少々と塩コショウ SB、
お醤油大さじ1、お砂糖こちらも大さじ1杯、これで炒め合わせて、先ほどねお醤油とかの汁気がなくなるまで炒めていきます。これでもあれだね、さっき普通の醤油使ったけどさ、たまり醤油使ったらすごいいい色合いになりそうだね。そうだね、確かに。もし以前ね動画でたまり醤油を紹介したんですけど、もし余ってるようだったら醤油の代わりに普通のたまり醤油使ってみたらすごい綺麗な色になると思います、ひき肉が。一応ね僕は余ってるんで、これ入れなくても全然大丈夫ですよ。ちょっと小さじ1杯だけねこのたまり醤油入れて、コクと色合いがもう普通の醤油と全く色が違う、濃いね色が。はい、もうだって見た目的にほら分かるかな、この醤油が入ってるところだけこの黒いんだけど、オイスターソースみたいな濃厚さというか黒さがあるから、うわ入れただけですごい照りが出たすごいわ、たまり醤油美味しいよね。美味しい。まずたまり醤油見つけたらみんなちょっと買ってみて、すごい美味しいから。それにねお刺身とかで使うだけでもいいし。でもコメントで愛知県の方が嬉しいって使ってくれて、本当美味しいよ。本当に美味しいよね。俺愛知ってやっぱ味噌が有名じゃん。そんな感じでこういうのもあるんだね。あとウイロー、あと九州の方とかでもやっぱり使うんだ。たまり醤油的なのはあるみたいで。これも九州といえばあごだしのイメージだから。ああ、そうですね。ありがとうございます。あ、めっちゃ本当にこれ入れるだけで色合いが綺麗になった。はい、じゃあこんな感じでもうほぼほぼ水分飛んできたら上のトッピングのお肉の部分完成なので、もうあとは本当に先ほどのうどんをチンして、でお皿にこちらとりあえず1人前大さじ1杯ぐらいの感覚で大丈夫なので、今回は僕たちは1人2玉食べるので大さじ2杯お皿に入れた後にうどんを盛り付けて、こちらのお肉上乗せて、あとはネギと卵とかお好みでおかけください。じゃあもうこんな感じで完成なので、じゃあもうあとはうどん茹でて実際食べていきたいと思います。うどん茹でなかったよ、チンするよ。では早速やみつきうどんいただきたいと思います。いただきます。いただきます。こうちゃん冷めちゃってるから早くこうちゃんも。そうまずね混ぜちゃっていいよね。そうだよね。でこれさ見て、もうこの色で奥から魚粉の匂いがする。あ、いい香り。でも本当あとはお好みでね、調味料もしタレが少なかったらタレ入れたりとか、お酢、あとラー油とかね、山椒、五香粉。俺ここ後からでいく。そうもうとりあえずね、まずは一口目ね。まずシューターの熱々だから先にちょっと食べて。いいっすか。そしたらいただきます。はい。どう？うまい？じゃあうんまっ。いただきます。もうちょっとぬるくなってるというか、冷めてても全然うまい。めっちゃうま。いやでもマジでこのコシがすごい。冷凍うどんって半端ないよね。ね。でこのタレとの絡み方。いやでもね、今食べてみて、こうちゃんなんてさっき一口食べたんだけど、そっちの麺の方がすごいわ。ちょっと一口もらっていい？そう今回違うんですよ。これなんかどん兵衛かなんかのそうどん兵衛冷凍のやつで、これなんかさっきお見せしたやつなんですけども、こっちの方がすごい、確かにコシが。麺が太いんだよね。いただきます。加藤吉の方がすごいわ。全然違う。ちょっとしゅんちゃんこれ食べて。いや食べた。食べた？こっちの方がいいっすね。だから冷凍うどんは加藤吉さんの方がいいわ。コシが好きな方はね、こっちの方がちょっと細めでそう食べやすさはあると思うんだけど、ちっちゃい子とかはそっちの方がいいかもね。
味変しちゃっていいですか？で俺もネギをちょっともうちょっと追加して、ネギと俺山椒と七味かけたいんだよね。いやこれめっちゃうまいよみんな。自分で味変もできるっていうのもいいよね。うわ五香粉きたー。好きだよね五香粉。いただきます。はいどうぞ。うまい。いただきます。めっちゃうまい。ちょっと食べてみて。そっち山椒も合うわ。ちょっともうちょっと山椒足した方がいいかもしれない。めっちゃうまい。ちょっと五香粉の方に行こうかね。めっちゃ好き。もう五香粉やばい。いただきます。うまっ。もう段違い。全然麺のあれっしょ、食感コシよ。これこそ讃岐うどんって感じ。こっちのがうまいわ。冷凍は加藤吉これ。加藤吉のがうまい。あとさ最後ちょっとお湯も足して、お湯じゃねえお酢足しておこう。あでも五香粉超うまい。マジでうまい。で今回のこういう料理、結構さご飯食べたいともしかしたらこの肉の部分が余るかもしれないんだけど、これ最後ご飯にかけても超うまいよ。もうなくなっちゃうもん。だって見て。あ、俺も酢足すの忘れてた。この酢足すのがマジでうまいから。いただきます。抜群です。あ、こうちゃん、細いコシがなくてもうまいわ。よく絡む逆に。で俺はねお酢がすっごい好きだから、もうめっちゃ入れるし、正直冷めてても全然大丈夫なんだけど、熱々の方にお酢入れたら結構酸味も飛びつつだからそうだね、また変わってくると思います味は。ただ超うまい本当に。ということで本日はですね、本当にもうねとっても簡単にできるやみつきうどんをね作っていただいたんですけども、いや今回ねやっぱうどんってさ、冷凍うどんとか結構食べる方が増えたんでうどんにしてるんですけど、これは麺が何でもうまいです。これ焼きそばでも絶対うまいし、でそもそもねラーメンに合う味付けなんで、ラーメンの麺にも合いますし、そうめんにも合うし、本当どんな麺にでも合うので、ぜひね好きな麺で作ってほしいなと思います。はい、ということでぜひねやみつきうどん食べてみてください。本当にうまいから。ただ個人的にうどんはこの加藤吉。でもね俺ね最初加藤吉のコシがあるんだったら加藤吉なんだけど、食べていくうちにこっちもうまいと思ってどん兵衛みたいな方が、でトッピングのおすすめはこうちゃんは何だった？いや俺はやっぱりお酢はとりあえずお酢、そうなんだよ、お酢は絶対で、辛みが欲しい場合はラー油がすごいいいのと、僕はもう五香粉好きな方マジで五香粉超うまいんで、はい、ということでぜひ皆さん作ってみてください。マヨも合うよ。マヨも合うだろうね。油そばはマヨ合うから、マヨも合うね。絶対合うと思う。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。みんな見て、最後うどん全部食べきった最後締めのご飯とちょっとネギ追加して、ここはねお見せしとかないと。これをねちょっと混ぜてこれがやばいんだよ。これはうまいよ。ちょっとこれをお見せしなきゃと思って。いただきます。やばい。さらにここにまた卵黄出してもいいよね。抜群に美味しいです。書き込みたくなるやつだよね。やっぱりお酢なんだよね。本当に超絶あっさりして、うまっ。早く食べてくれる？食べて。これマジうまい。うまい。
ということで最後改めてねおまけでね入れてみたということでこれで本当に終わりでございます。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございますまたね、バイバイ。バイ